悪いなあ、恩田さん。この店のオーナーが厨房から申し訳なさそうに俺を見る。何言ってんですか。いつもお世話になってるのに、これぐらいのこと喜んでさせてもらいますよ。はい、お待たせしました。バターチキンカレーとビーフカレーです。俺は笑顔でそう言って、お客さんのテーブルへカレーを運ぶ。そして、レジ横の丸椅子に座って、腰を痛そうにさすっているオーナーの奥さんの様子を見に行った。奥さん、大丈夫ですか？ありがとう。恩田さんがいてくれて本当に助かったわ。ぎっくり腰なんて、あたしも年かしらね。オフィス街のこのカレー屋は、オーナー夫妻が二人で切り盛りしている小さな店。しかし、本格カレーが安くてうまいと評判で、昼時はいつも満席だ。時には店の前に行列ができるほどの人気店である。食品会社で営業をしている俺は、得意先のこの店で、ルート営業のついでに昼食を取ろうと立ち寄った。すると、奥さんがぎっくり腰で動けなくなっていて、オーナーが一人で大変そうだったので、手伝いを買って出たのだ。娘さんが来てくれるまで、俺手伝いますから、無理して動かない方がいいですよ。その時、また新しいお客さんが入ってきた。すみません。あいにく満席でして。俺がそう言いながら振り返ると、そこには同じ会社の上司、上原部長と後輩たちが立っていた。係長、何やってんすか？その格好？後輩の江原祐介と神崎美穂子が奥さんから借りた花柄のエプロンをつけて、頭に赤いバンダナを姉さんかぶりした俺を見て、驚いた様子で言った。そして俺は二人の隣で怪訝な顔をしている上原部長を見て、苦笑いした表情のまま固まってしまったのだ。俺の名前は恩田春彦。42歳、独身。広大食品という業界では中堅クラスの食品会社で営業の仕事をしている。入社当時から俺は要領が悪くて、同僚が大きな仕事を取ってどんどん出世していく姿を見送ってばかりの万年係長だ。つい先日も後輩が課長に昇進して、社内ではみんな俺を哀れみの表情で見ている。前の部長はそんな俺を無能呼ばわりで、話しかけても無視をするようなクズ上司だったけれど、最近異動で俺たちの上司になった上原部長は少し違っていた。そうですか。もうすぐ娘さんがいらっしゃるんですね。それまで恩田がお手伝いしますので、どうかご無理をなさらず。部長は奥さんにそう言って、恩田くん、しっかり頼んだよ、と俺に言い残し、後輩たちを連れて帰って行ったのだ。俺はその後、夫妻の娘さんが来てくれるまで、接客や皿洗いを手伝って会社に戻った。怒られることを覚悟して部長のところに報告しに行く。部長、勤務中に勝手なことをしてすみませんでした。俺はデスクにいた部長に頭を下げた。すると部長は笑顔でこう言ったのだ。何を言ってるんだ、恩田くん。君みたいな素晴らしい部下を持てて誇らしいよ。え？俺は驚いて言葉を失う。するとそこに同じ課で後輩の江原と神崎がやってくる。この二人は同期入社だ。大雑把だが大胆な発想力が武器の江原と、コツコツ頑張るしっかり者だが慎重になりすぎてチャンスを逃しがちな神崎。お互いを支え合ってる名コンビでもある。そうですよ。
そんな役回りでチャンスを逃してばかりの係長ですけど、実は俺、係長のこと尊敬してるんです。人情があるっていうか、あったかいっていうか、こういう人になりたいって。江原がそう言うと、神崎がこう付け足す。だって名前が、恩田春彦。暖かい春の人ですもんね。お前ら、いつも、ありがとうな。俺は、二人の言葉にこそばゆい気持ちになりながら、部長に改めて向き直った。私こそ、上原部長のような素晴らしい上司の方の下で働けて幸せです。入社以来、こんな嬉しい言葉をかけてもらったことはありません。これからも精一杯頑張ります。こんな神崎の言葉に、俺はがぜんやる気が出てきたのだった。数日後の昼休み、俺は江原と神崎を連れて得意先のカレー専門店で昼食をとっていた。なんかいい企画思いつきました？俺、まだなんにも思いつかなくて。提出期限まであと3日っすよね。やべえ。江原が社内コンペの書類を見ながら頭をかく。私、一つ案があるんですよ。係長、聞いてもらっていいですか？神崎がナプキンで口を拭いて言った。うちの商品にレトルトのおでんがあるじゃないですか。大根、こんにゃく、卵、はんぺんとか、一人分がお出汁と一緒に入ってるやつ。ああ、俺も晩酌のお供にストックしてあるよ。俺がそう言うと神崎は、私もです。便利ですよね。ストックしとけばいつでも食べられますし。でも一つだけ残念なことが、私、はんぺん苦手なんですよね。と言って顔をしかめる。俺はこんにゃくがダメだな。と江原。でしょ？だから、だけおでんってのはどうでしょう？神崎が俺に顔を近づけて言う。だけって何？江原も同じように眉間にシワを寄せ顔を近づける。大根だけ、卵だけ、こんにゃくだけって一種類だけが入ってるおでんです。神崎が瞳を輝かせる。ああ、なるほど。自分の食べたいおでん種をチョイスできるわけか。すでに出来上がってる商品だからパッケージの変更だけで済むしな。うん、いいじゃないか。俺は感心した。じゃあ、出汁だけってのは？俺の母ちゃんがおでんの残った出汁でよく雑炊作ってくれたんだけど、あれ、めちゃくちゃ美味しかったな。江原が遠い目をして言う。うん、それいいかも。忘れないように、と。そう言ってスマホのアプリにメモをする神崎。なあ、神崎、それ俺にも一丁かませてよ。共同企画ってことで。いやよ、自分で考えなさいよ。すがる江原を振り払いながら、神崎が俺の顔を覗き込む。係長は？何かいい企画思いつきました？俺は食べていたカレーライスのご飯だけをスプーンですくって目の前にかざしてにやりと笑ってみせた。ご飯？二人が不思議そうに俺を見て首をかしげた。社内コンペの応募が締め切られて数日後、俺は朝から上原部長に呼ばれて部長席に来た。部長、お呼びでしょうか？部長は満面の笑みで言った。本田くん、君の企画が最終選考まで残ったよ。本当ですか？
俺は部長の言葉に耳を疑った。入社以来初めてのことだ。いつもは俺が企画したというだけで見向きもしてもらえなかった。今回はおそらく上原部長がちゃんと目を通してくれて上に押してくれたんだと思う。カレーに合う本格レトルトライスか。現在発売中の本格レトルトカレーシリーズは人気商品で安定的に売り上げを確保している。それに合う本格ライスを新たに開発して販売することによってさらなる売り上げアップも見込めるわけだ。いいところに目をつけたな。企画会議でのプレゼンに期待しているよ。部長はそう言って俺の肩を叩いた。ありがとうございます。ご期待に添えるように頑張ります。俺は期待されることの喜びを感じていた。何でもできるような力が足の下から湧き上がってくるような気がした。ちなみに神崎の企画は残念ながら今回は見送られたが、次回のパッケージリニューアルの際に再度社内で検討することになったらしい。江原と神崎は俺の企画が最終プレゼンまで残ったことを自分のことのように喜んでくれた。プレゼンの資料作り手伝いますよ。絶対勝ちましょう。二人はそう言って俺の肩を組んで勝利を誓った。俺たちは会社が終わってから行きつけのカレー専門店でカレーに合うライスの研究をした。オーナーが閉店後ならどれだけ使ってもいいと言って店の厨房を貸してくれたのだ。オーナー、オンに来ます。頭を下げる俺たちに、参っちゃうよな、恩田さんには。だってカレー専門の店で商売敵のレトルトカレーに合うライスの研究をさせてくれ、なんて。でも、それも恩田さんだから許せちゃうんだよね。オーナーはそう言って笑って、さらに俺たちに専門的なアドバイスもしてくれた。日本米なら粘り気の少ない品種がいいよ。中東やインドネシア産の米もパサパサしてよく合うんだよ。玄米や雑穀米とも相性がいい。俺たちはオーナーのアドバイスをもとにいろんな種類のライスを実際に作り、現在販売中の我が社の本格レトルトカレーとの相性を調べてみた。黄色い色が鮮やかなターメリックライスや芳醇な香りのサフランライス。爽やかなエスニックな香りでクミンシードのプチプチした食感が楽しめるクミンライス。パラパラな食感で香りの強いバスティマライスはインドカレーに合いそうだ。神崎はすべてを記録しデータを作ってくれた。江原はマーケティングの分野の資料作りを手伝ってくれる。二人とも本当にありがとう。俺なんかのために。俺は深夜まで懸命に作業を手伝ってくれる二人に深々と頭を下げて礼を言った。すると神崎は、何言ってるんですか。いつも係長が私たちにしてくれていることじゃないですか。と笑う。そうっすよ。こんな時ぐらい恩返しさせてくださいよ。江原もピースサインをしながら俺に笑いかけた。俺はそんな二人の気持ちに応えるために何としてでもプレゼンを成功させるんだと心に誓ったのだった。プレゼンの日、俺は朝から緊張していた。普段より早く起きて身支度もいつもより念入りにした。資料を読み込み展開のイメージもできている。質疑応答にも対応できるように準備した。いろんな人から期待をされて応援してもらえたことが本当に嬉しかった。俺は鏡の前で両頬を叩いて気合を入れた。大丈夫ですか？顔色が悪いですよ。
俺は朝の満員電車の中、隣でつり革に捕まっている女性に声をかけた。女性はマタニティを着た妊婦さんで、青白い顔で額に汗をびっしょりとかいていて、明らかに具合が悪そうだ。腰が痛くて。女性はそれだけ言うとハンカチで額の汗を拭う。俺はすぐ近くにある優先席を見た。お年寄りが2人と50代ぐらいのサラリーマン風の男が座っている。男はニヤニヤと笑いながら携帯電話で動画を見ていた。ちょっと待っててください。俺は彼女にそう言って男に声をかけた。すみません。こちらの妊婦さんが具合が悪そうなので、席を譲ってもらえないでしょうか。すると男は、は？俺だって具合が悪いんだよ。と、切れ気味に睨んできた。そうは見えませんけど。俺が顔を覗き込んでそう言うと、男は急に立ち上がってまくし立てる。あ？なんだてめえ。お前に何がわかるんだよ。こっちは毎日残業で体ボロボロなんだよ。妊婦様はそんなに偉いのか？だいたい妊婦が朝の満員電車なんか乗るな。タクシー使えよ。迷惑なんだよ。そんな言い方。俺は男のひどい言い方に頭にきて言い返そうとしたのだが、私は大丈夫なので。と、女性が慌てて俺を止めた。これ以上男と揉めて女性に暴力を振るわれるようなことになってもと思い、俺はそれ以上何も言わなかった。男はふんと鼻を鳴らし、ふんぞり返って再び座る。よかったら荷物持ちます。あと、嫌じゃなかったらいくらでも捕まってもらっていいんで。俺、支えますんで。俺はそう言って両足を広げて踏ん張り、彼女に腕を出した。女性は少しだけ笑顔になって申し訳なさそうに、ありがとうございます。じゃあ、言葉に甘えて。と言って、バッグを俺に預けて、しっかりと俺の腕に捕まった。それにしても、俺たちの前に座っている人たちのこの無関心さはどうだろう。具合の悪そうな女性の様子にも、俺と男のやりとりにも気づいていないというのだろうか。みんな一様に目を閉じたり、イヤホンをして携帯電話をいじっている。俺は女性の辛そうな横顔を見て、なんだか胸が痛くなった。他人の俺がこんな気持ちになるんだから、当事者の女性はもっと辛いはずだ。喜びいっぱいで新しい命の誕生を待っている妊婦さんが、どうしてこんな思いをしなければならないのだろう。俺は女性の気持ちをおもんぱかって朝から暗い気持ちになっていた。駅の改札を出たところまで女性をエスコートする形で一緒に歩いてきた。本当にありがとうございました。ここからは職場までタクシーで行きます。女性は腰がまだ辛そうで、額に油汗をかいているが、無理に笑顔を作って俺に頭を下げた。俺、タクシー拾います。俺はそう言って彼女をベンチに座らせて少しだけそばを離れる。その時、ドサッという音が聞こえた。驚いて振り返ると、女性がベンチの下に倒れていた。俺は女性に駆け寄り声をかけた。大丈夫ですか？しっかりしてください。女性は意識がなく、呼びかけにも応答がなかった。俺は急いで救急車を呼んだ。そこからのことはあまり覚えていない。
慌てて気が動転していたせいか、俺は救急隊員に彼女の旦那さんに間違われたようで、彼女を搬送する救急車に一緒に乗せられて、病院まで来ていた。女性はすぐに意識を取り戻し、お腹の赤ちゃんも無事だった。貧血を起こしてしまったらしい。俺はほっとして診察室の前の長椅子に座った。するとそこへ女性の夫や家族らしい人たちがバタバタと大慌てでやってきた。中に入って女性の無事を確認すると、すぐにご主人が俺のところにお礼を言いに来てくれた。妻を助けてくださったそうで、本当にありがとうございました。なんとお礼を言ったらいいか。いえ、僕は何も。母子ともに無事で本当に良かったですね。俺は頭をかきながら言った。こんなことなら、無理にでも私が送っていけばよかったです。いつもはラッシュを避けて遅い電車で通勤してたんですけど、今日は朝早くから重要な会議があるからと。仕事熱心な奥さんですね。きっと強くて頑張り屋の元気な子供さんが生まれるんじゃないかな。え？重要な会議？俺はその言葉を口にした瞬間、体中から血の気が引いた。今何時ですか？9時半を少し回ったところです。女性の夫は腕時計を見て言った。まずい。僕も9時から重要な会議が。これで失礼します。奥さん、お大事になさってください。俺はそう言って病院を飛び出した。病院を出て俺はタクシーに飛び乗った。いくら気が動転していたとはいえ、会議のことを忘れるなんてありえない。自分が信じられなかった。携帯電話を見ると、江原から何回も不在着信があった。病院で無意識にマナーモードにしていて気づかなかったようだ。二人の顔と上原部長の顔が浮かぶ。会社に着くと、江原と神崎が駆け寄ってきた。係長何やってんすか？何度も電話したんすよ。すまない。早くこれ持って会議が終わっちゃいます。神崎がプレゼン資料を準備してくれていた。俺は、ありがとうと、それを受け取り、会議室へと急ぐのだった。会議室のドアを開けた途端、冷ややかな視線が俺に浴びせられた。遅れて申し訳ございませんでした。俺は頭を深々と下げる。恩田くん、君、今何時か分かっているのか？重役の一人が俺に向かって怒鳴った。上原部長が俺に歩み寄る。どうした？何があった？君らしくないじゃないか。上原部長は俺に恥をかかされたにもかかわらず、まだ俺を信じて事情を聞いてくれようとしていた。しかし、俺は女性のことを話す気にはどうしてもなれなかった。言い訳がましく女性の話をしたところで、俺が会議のことをうっかり忘れていたことに変わりはないのだ。何より、電車で優先席の男から浴びせられた心ない言葉に、深く傷ついたであろう女性の悲しそうな横顔が、俺は頭から離れなかった。俺まで彼女のせいにしてしまうのは、どうしても許されない気がしたのだ。申し訳ありません、部長。会議があることを失念しておりました。俺はさらに頭を下げた。重要な会議を失念？話にならん。そんな奴はつまみ出せ。重役の一人がテーブルを叩いて怒鳴る。
君には失望しました。上原部長がため息混じりにそうつぶやいたとき、会議室のドアが勢いよく開いた。部長、一大事です。そう言って飛び込んできたのは社長秘書だった。何事だね。重役たちがざわつく中、社長秘書は息を切らせながら上原部長に近寄りこう告げた。はるみホールディングスの社長が、つい先ほど来社されて、営業部の恩田係長に会いたいと。はるみホールディングス？高齢者福祉施設や福祉機器の販売やリースを扱う会社が？人材派遣会社など他にも様々なグループ会社を傘下に持つ、あの業界最大手の社長がどうして恩田くんに？部長は怪訝な顔で俺を見た。するとそこに、よろしいですか？と、高級なスーツに身を包んだ立派な紳士が秘書らしき女性と共に入ってきた。うちの会社の幸田社長が後に続く。恩田係長、ここへ。晴美社長が君にお話があるそうだ。俺は幸田社長に呼ばれて急いで駆け寄った。晴美社長は俺を見るなり手を握ってこう言う。恩田さん、今朝は私の姪を助けてくれてありがとう。え？姪御さんを？私が助けた？俺が戸惑っていると、晴美社長の秘書が事の次第を話してくれた。俺が朝に満員電車で助けた妊婦さんは、実は晴美ホールディングスの社長秘書で、さらには社長の姪御さんだったのだ。臨月間近の彼女は、もうすぐ産休に入る予定で引き継ぎ業務に忙しい毎日。普段から真面目で責任感の強い彼女は、周りのみんなに迷惑をかけたくない一心で、最近少し無理をしすぎていたようだった。あれから病院で適切な処置をしてもらい、目を覚ました彼女は、ご主人から俺が重要な会議に遅れたようだと聞いて、いても立ってもいられず、晴美社長にそれを報告したらしい。姪は、自分が私の身内だということを隠して、他の社員と同じ条件で働いていました。入社してから一度も私的なことで私に頼み事などしたことはなかった。でも、今回は本当に嬉しかったんでしょうな。あなたが会社で困ったことになっていないか調べてほしいと泣いて頼んできたんです。晴美社長の秘書が俺が病院のスタッフに渡した名刺をバッグから取り出し見せた。そうだったんですか。俺は驚きと感動で胸がいっぱいだった。恩田くん、どうしてそれを早く言わなかったんだ。部長は少しほっとした表情で言った。いくら慌てていたとはいえ、会議のことを忘れていたのは事実です。言い訳したくありませんでした。それでも説明しないとわからないだろう。部長は呆れたように言う。俺は何も言えず、ただ黙り込んだ。彼も傷ついたんじゃないかな。姪が傷つけられた様子を目の当たりにして、何も言えなくなってしまった。違うかい？晴美社長は優しい眼差しで俺を見た。そして、晴美社長はうちの社長にこう告げる。幸田社長、私は恩田さんのような他人のために心を砕くことができる心の温かい社員が働く御社と、ぜひ一緒に仕事をしてみたい。ありがとうございます。
幸田社長が晴美社長の手を取る。さらに、晴美社長はこう続けた。実は、うちは近々着工予定の高級老人ホームで提供する食事の食材を検討しているところなんです。何しろセレブの利用者は口が肥えている。彼らを満足させられるような質の良い食材を探してるんですが。やらせてください。必ずご満足のいく食材をお届けいたします。俺は自分でも気がつかないうちに晴美社長の前に歩み出ていた。晴美社長が満面の笑顔で俺の手を掴んで言った。一緒に良い仕事をしましょう。はい。俺たちはその場にいた人たちの拍手に包まれ、固い握手を交わしたのだった。俺はその後、会社の特別な計らいで用意していたプレゼンをさせてもらえて、初めて企画を採用してもらった。晴美ホールディングスとの契約に向けても、俺はプロジェクトリーダーとして参加して、目の回るような忙しさだったが、充実した毎日だった。自分のことを認めて応援してくれる人たちがいて、期待され、それに応える。その達成感は生きていく上で、なんと人を勇気づけることだろう。俺はこれからもそれを忘れずに生きていこうと心に誓った。数ヶ月後、会社のロビーで取引先と電話をしているところへ、外出先から戻った上原部長が通りかかった。上原部長、お疲れ様です。俺は電話を終えて上原部長に駆け寄る。カレーに合う本格ライス、百貨店や小売店から注文が殺到しているそうじゃないか。そう言って上原部長が俺の肩を叩いて笑った。おかげさまでたくさんのお客様に喜んでいただけて、とても嬉しいです。尊敬する上原部長に褒めてもらえるのがやはり一番嬉しい。ますます忙しくなりそうだけど、無理は禁物だぞ。はい。でも大丈夫です。あいつらが本当によくやってくれて。俺がそう話していると、神崎がたくさんのサンプルが入った紙袋を両手にいくつも持って現れた。すみません、お待たせしました。あ、上原部長、お疲れ様です。神崎はそう言って部長に一礼して、俺の足元にサンプルを置き、車回してきます。と言って立ち去る。実にキビキビとした動きでやる気がみなぎっている。頼もしいな。じゃ、気をつけて。上原部長は神崎の後ろ姿を微笑ましそうに見ながらそう言って笑顔で立ち去った。俺は上原部長の後ろ姿に深々と頭を下げて見送る。その時、神崎と同じようにたくさんの紙袋を抱えた江原がふらつきながら現れた。ちょっと、これ、めちゃくちゃ重いんですけど。俺は笑って江原に声をかけた。情けないなぁ。神崎は軽々と運んできたぞ。今、神崎が表に車を回すから早く運んでくれよ。俺は足元の紙袋を手に正面玄関へ向かった。そんな俺の背中に江原の情けない声が届く。ちょっと、待ってくださいよ。女課長。俺はまだ聞き慣れない自分の呼び名に少し照れながら正面玄関の自動ドアをくぐる。そして、すがすがしい朝の日差しが降り注ぐオフィス街へと、今日も信頼する仲間と一緒に足を踏み出すのだった。